時間を忘れるほど夢中になった本がありまして、退屈な日常の中で突然ガツンと頭を鈍器で殴られたような感覚が走って、それから無我夢中で面白い世界に飛び込んでいくような、そんなすごい小説に出会ったんです。それがアゴタ・クリストフの悪道日記っていう本なんですけど、面白すぎて一気読みしちゃったので、ぜひこの動画で語らせてください。この本の感想を話してる人は他にもたくさんいるんですけど、私が感じた感想と他の人が話してる内容とちょっと違う感じがして、もしかすると他の人と着眼点が違うかもしれないので、ぜひ既読の人も見てほしいです。このシリーズは3巻あって、この動画では3冊すべてのネタバレを踏まえての感想を話しますので、嫌な人はここで閉じてもらって、ネタバレ大丈夫みたいな方は進んでください。まず3冊あるうちの1冊目、最も有名な悪道日記は、双子の男の子2人が主人公で、年齢は9歳、第二次世界大戦中の戦時下で、もともと住んでた大きな町から小さな町へと疎開して、おばあちゃんの家に預けられるところから始まります。それで初手からこのおばあちゃんが辛辣なんですよ。会って早々、双子のお母さんに手紙もよこさないで今更何しに来たんだ、メス犬だってすごい罵倒するんですね。お母さんとおばあちゃんの仲がすこぶる悪くて、連絡もよこさずいきなり子供を預かってほしいって頼んでくるお母さんにおばあちゃんは怒ってるわけですよ。だから双子に対しても辛辣です。毎日罵詈雑言浴びせて物で叩くんです。そして町の人たちも辛辣で、双子にひどい言葉を浴びせて殴ったり蹴ったりの暴力をします。そんなことをされて双子は痛くて泣いてしまうんです。擦り傷、切り傷、罵詈雑言、すべて苦痛だから泣かないように体と精神を鍛えます。双子はお互いを殴って痛くないと言い合うんです。お互いを罵倒し合って平気だって言い合います。暴力に耐えるためにやり返す方法じゃなくて、受けても何も感じなくなるように訓練をするんです。私はこれがすごい心に来て、わずか9歳の子供が大人の暴力、暴言に耐えるためにやり返す力を持ってないから耐えるしかなくて、それがお互いを傷つけて慣れる訓練をするってところがすごく残酷で、かつ双子がけなげで、これがすごい好きなんですよね。痛いけど愛おしいみたいな。それで双子は何も感じなくなります。どれだけ暴力を受けても、どれだけ罵倒されても平気になるんです。それから双子はすごい観察眼と行動力で貧しさと厳しさをかいくぐって、どうにか自分たちの快適な暮らしを作っていくんです。勉強をするために紙とペンが必要だけどお金がないから、書店に行って自分たちの労働を対価にして買えないかとか、障害のある女の子に性的な行為をした教会の司祭をゆすって金銭を恐喝したりとか、おばあちゃんの家の部屋を借りてる外国人将校に気に入られて外国語を学んだりとか、そのしたたかさがめちゃくちゃ面白いんです。すごい頭脳でどんどん自分たちの環境を良くしていくんですね。で、周りにいる人たちも全員頭おかしくて、まず教会の司祭は障害を持ってる小力の女の子に性的ないたずらをして双子に恐喝されてますし、その司祭の女中がいるんですけど、この女は双子をお風呂に入れてくれる代わりに双子に性的な行為をしてます。司祭がロリコン変態親父で、女中がシュタコン変態女です。そして外国人将校。こいつは双子が苦痛に耐える練習としてお互いを殴ってるのを見て気に入って、俺を殴ってくれって頼んでくるド変態シュタコン男なんですね。で、この将校のことを私は一番好きで、この後双子が殺されかける時に助けてくれるし、双子は部屋もベッドも用意されてなくて台所で寝てるんですけど、この将校がおばあちゃんの家に来て部屋を使ってる時はベッドを使って一緒に寝ることができるんです。で、明け方双子がおしっこに行きたいってベッドから出ようとするんですけど、将校が外に行かなくていい、ここですればいいって言って、双子がどこでするのって聞いたら、僕の上で僕の顔にかけてって頼むんですよ。マジで全員ありえないくらい変態なんですけど、この将校はずっと優しいので私は大好きなんですね。変態ですけど。冬になって
双子は靴が潰れちゃうんです。お母さんが送ってくれる服や靴はおばあちゃんが黙って奪って売り払ってるから、双子の元に届かなくて、双子にはボロボロの靴しかありません。なので靴屋さんに行くんですけど、この靴屋さんが靴を全部くれるんですね。2人分の靴をくれて、双子はお金が払えないから困惑するんですけど、靴屋さんは私はもうじき殺されるから全部あげるって言うんです。この靴屋さんはユダヤ人なんですね。だから双子はあなたが殺されないといいと思いますって言ってその店を後にするんですけど、その後双子はユダヤ人がドイツ軍によって収容所に連行されるのを目撃します。家畜のように連行されていくユダヤ人の行列を双子は女中と一緒に見ます。ユダヤ人の一人が手を伸ばしてパンをくれって言うんですけど、女中がパンをあげるふりをした後に自分で食べて、私だって腹ペコなのっていう意地悪をするんですね。双子はその連行されていく様子を見て気分が悪くなるんですけど、女中はあんな奴らは犬畜生みたいなもんって言うんですよ。その後双子が取った行動は女中を殺すことだったんですね。この双子は優しくしてくれた靴屋さんとか隣人の小力の女の子とか、自分たちにとって守るべき対象というか、優しい人には優しく接するんですけど、逆に自分たちがこいつはダメだって思った人に対しては清々しいほどに残虐なんです。ここで少し時間が遡るんですが、教会の司祭が君たちは聖書を読んでいるのか、戒めを守っているのかって聞くんですけど、双子は守っていませんと答えます。続いてこのように答えます。いいえ、司祭さん。僕たちは戒めを守りはしません。第一、戒めを守っている人なんていやしませんよ。汝、殺さなかれって書かれていますが、その実、誰もが殺すんです。この双子はまだ子供で、人生経験が浅いうちに戦時下に放り込まれて、周りで殺戮とか暴力が普通に横行している状態で育っているから、双子独自の倫理観があるんです。これが私がすごく好きで、この悪道日記って感情が一切書かれてなくて、起こった出来事しか書いてないから、双子が一生淡々としてて嘆いたり憂鬱になったりしないんです。ただ淡々と、どんなに悲惨な状況であってもたくましく生きて、人に優しくしたり暴力を振るったり殺害する時ですら淡々としています。それがすごい痛快で、悲惨だけど悲しすぎることなくスラスラ読めて、双子のたくましさが気持ちよくもあり、痛くて悲しくもある。この後もいろいろって出来事がたくさんあるんですけど、いろいろあって最後双子は離れ離れになるんです。一人が国境を越えて、もう一人がおばあちゃんの家に残ります。これまでずっと一緒だった双子が離れ離れになって、片方が片方を見送って、一人がおばあちゃんの家に戻るのが一冊目、悪道日記のラストになります。ここまで、って展開の連続で、ずっと先が読めないんですよ。展開も双子の行動も、ずっと驚きっぱなしで、最後に特大の驚きがあって終わる。これが第一冊目の悪道日記。正直、この一冊目が一番有名だし評価も高いんで、これで終わりでもいいんですけどね。2冊目と3冊目はなかったことにしてもいいと思ってるんですが、私は2冊目まで好きなので、2冊目についても話します。2冊目は2人の証拠というタイトルで、おばあちゃんの家に残った方が主人公です。この子の名前はリュカといって、兄のクラウスが見送った後の15歳から20歳くらいまでの生活が書かれています。朝目を覚まし、家畜の世話をし、庭の世話をし、ご飯を食べて、嘔吐して、テーブルを片付けて眠る。そんな生活描写から始まるんですが、翌日農家の知り合いジョゼフが訪ねてくるんですね。リュカはジョゼフから野菜を買っていて、市場の日なのにリュカが来ないから、もううちから野菜を買わねえのかって言うんです。リュカはたまたま今日忘れただけって答えるんですが、ジョゼフ曰くリュカは3週間市場に来なかったって言うんです。リュカは3週間も経っていることに気づいてなくて、3週間もみたいな反応なんですよ。ジョセフが不審がって、リュカの家や畑を見ると荒れ放題になっている。畑は腐り、家の中にある食べ物も腐っているんです。ここで
冒頭でリュカの取った行動を振り返ってみてください。朝目を覚まし、家畜の世話をし、庭の世話をし、ご飯を食べて、嘔吐して、テーブルを片付けて、眠る。ナチュラルに嘔吐が入っているんですよ。私も最初読んだ時、って思ったんですけど、リカは普通に暮らしているつもりで、実は全くの廃人になっていたんですね。ここで私の好きなポイントは、リカは兄のクラウスが離れてから極度の神経衰弱に陥っているんですね。二人で万能だった前作とは打って変わって、リカ一人だと何もできなくなってるんです。ここが第一の萌えポイントなんですけど、それからリカは赤ん坊を殺そうとしている女の子に出会います。その女の子はアニェスといって、実の父親とやって生まれた子供を殺そうとしていたんです。リカはその親子を自分の家に住まわせて、疑似家族みたいにするんですね。それからリカはね、なんか、ありとあらゆる男女と関係を持つんですよ。そのお父さんとの子供がいる女の子、図書館にいる年上の女の人、市役所の男の人。最後の男の人はキスだけですけど、それでもすごい全部淡々としてるんです。それが私はすごく、リカはずっとクラウスがいなくなった穴を手当たり次第埋めてるような感じがして、普通の物語だったら恋愛になるんですけど、二人の証拠はそうじゃなくて、ただ淡々と身の回りの人間を使ってぽっかり開いた空虚の穴を埋めようとしてるだけに見えるんです。だから恋愛みたいな熾烈な感情が一切見えないんですよ。リカはクラウス以外の人間に興味がないんだろうなってわかるぐらい全てにおいてドライ。だけどクラウスに関してだけは唯一強い感情、強い好意と信頼が出すんです。これが私の二人の証拠の最大の萌えポイントになります。やっぱり私、孤独なキャラクターが好きなんだと思いますね。リュカの孤独を埋めたいけど何しても埋められなくて苦しんでる様子がすごい愛しく感じるんですよ。なんか、切なさと愛しさが感じられて、二人の証拠はすごく好きなんですよ。で、今見返して思ったんですけど、父親と子供を持った女と寝た時に、その女はそのリカとやりながらお父さんって連呼してて、最後に泣くんですよね。で、図書館の女は一生死んだ旦那の話をしてて、リカって誰からも愛されてないんですよね。リカはクラウスの人格を至るところで見ます。部屋にも庭にもいるし、外では並んで歩いて、そして話しかけてきます。なんて言うのと尋ねられて、リカはこう返します。死ぬほど辛い孤独の中で生きているって言うよ。これ、幻覚で見るクラウスの言葉なんですけど、リカの心の声なんですよ。リカは何も感じてないふりして、淡白にしたたかに生きて、いろんな女と寝てるんですけど、死ぬほど辛い孤独の中で生きているんです。クラウスが離れてしまったから。はい。で、いろんな出来事がこの後もありますが、私は二人の証拠はこれがハイライトだと思っています。クラウスがいなくなったことで生活できない自分に気づかないほど精神崩壊して、手当たり次第女と寝て孤独を埋めようとしても全く埋まらなくて孤独に苦しんでる。でも、リュカ自身が苦しいとか悲しいとかは言わず、本人は平気そうに振る舞ってるけど、行動やちょっとした描写でリュカの内心がさせられる感じ。そこにすごく愛しさを感じて、私はすごく二人の証拠はリュカが辛そうで愛おしいと感じました。心が痛むけど、愛しさを伴った痛みがずっと人生にあって、それが幸せ愛しいみたいな。はい。そして、いろいろありまして、次の3冊目、第3の嘘になります。が、これに関しては、私は全然納得いってなくて、っていうか、あんまり良くなかったですね。今まではいい意味でのっていう驚きがあったんですけど、第3の嘘は悪い意味でのの連続なんです。今までは、特に1冊目の悪道日記では、どんなに過酷な状況でも冷静に、したたかに生きていく前向きな生命力が良かったんですけど、3冊目の第3の嘘に関しては一生ネガティブ。全員悪い方向の考えしかなくて、
考えが悪い方向だから、どんどん展開が悪い方向に進んでいくんです。だから、なんでそうなるのって、登場人物全員に、はって思ってしまう。それでも、すごい悲しいのは、リュカが、おじさんになっても、ずっとクラウスに会いたがってるし、クラウスに希望を抱いてるんですね。で、クラウスは、リュカに会うことを拒んでるんです。なぜかというと、幼い頃に父親が不倫をして離婚したいって言い始めるんですけど、それに激高した母親が父親を射殺して、その流れ弾がリュカに当たって、リュカはリハビリ施設に入ることになって、母親は精神病院に入院して、容体が良くなって、クラウスが母親を引き取るんですけど、母親はもうリュカしか愛せなくなっちゃって、リュカはリハビリ施設でもう遠く離れて、もうずっと会えないんですけど、同居して世話してくれるクラウスには冷たいのに、いないリュカの話ばっかりしてるんです、母親が。だから、クラウスはリュカが戻ってこられると困るってことで拒んでるんですけど、ここも私は意味がわからなくて、なんでそれで拒むのか。まあ、リュカに会ったら、母親の格差がもっとひどくなるからだと思うんですけど、そんな、自分に冷たく当たり続ける母親の愛なんかいるかって。リュカの方がずっとクラウスに会いたいって気持ちを抱いてて、連絡し続けてくれてるから、二人で逃げちゃえばいいじゃん。クラウスを愛してくれるのはリュカだけだよ。って思うんですけど、そんなうまい話はなく、リュカは長年、クラウスに会うことだけを希望に生きてたので、何度もはっきりと断られて、ついに身を引くんです。クラウスに他人のふりをされて、ずっと探して会いたがっていたたった一人の兄弟のクラウスに拒否されて、分かったって言って帰るんですね。その翌日、クラウスに知らせが入ります。リュカが列車の走ってくる線路に飛び込んで自殺した。はい。まあそういう話です。いい点としては、リュカの生きる希望がクラウスだということが一貫していることですね。生きる希望のクラウスに拒否されたから自殺したんです。はい。まあでも、これだけ感想を出してみて、やっぱりアゴタ・クリストフは神だって改めて思いました。めちゃくちゃ面白いんですよ。女性作家なのに恋愛の話、恋愛感情がどこにも一切なくて、心が痛いのに愛しくもあるし、特に本当に一冊目の悪童日記に関しては展開が読めなくて痛快で本当に面白いです。ちなみにですね、このリュカとクラウスという名前、マザー3というゲームの主人公の兄弟に当てられていまして、ゲームデザインとシナリオ担当の糸井重里さんが悪童日記にインスパイアされて、主人公に同じ名前を付けたとのことです。実際、マザー3の中身も結構この悪童日記3部作に影響されている部分が多数見受けられますので、両方とも知ってると、なお美味しく楽しめるということになってます。ちなみに、この主人公のリュカがですね、マザー3の中でも線路の上で列車にひかれるシーンがあって、死にたいのかって怒られるところまであるんですけど、糸井さん絶対これ意図的に仕組んでますよねと思って怖いです。いい意味で。ということで終わりです。もし既読の方がいたら自分はこう思ったよとかあればコメントで教えてほしいのと、他におすすめの本があればぜひコメントで教えてください。でも悪童日記40年前の小説なので、今更この動画にたどり着く人がいるのか謎ですが、いたら嬉しいです。